皆さんこんにちは。 YouTuber 兼漫画家のボイチです。ブラジルについて本当に素敵な2つのニュースを伝えて本当にとても嬉しいです。そこで今回はブラジルで漫画メディアが誕生した記念に、世界各国に漫画界が誕生したら、また最初の漫画メディアが誕生したらどうしたらいいかなに対する私の提案を話してみようかと思います。日本は70年間漫画界の変化がありませんでした。誕生したシステムが70年間維持されました。70年ぶりに迎える大変革期です。この言葉は日本にも70年前の1950年代に大変革期があったという意味です。その前にも漫画界はあったけど、1950年代に変革期を迎え、今のシステムが作られてここまで来たのです。なので今大変革期を迎えています。私の考えではこれよりもっととてつもない大変革を迎えると思います。もし私たちが賢明なら歓迎するでしょう。韓国は驚くべきことに1970年代から現在まで10年に1度ずつ変革を遂げました。それで私は韓国のコミックス市場が没落するのを何度も見ました。とても特別な経験ですよね。このような大規模な漫画市場が没落し、よみがえる過程を何度も見たんですから。なのでそういう過程の中で私はコミックス市場が誕生した時に何が起こったのか、そしてよく誕生するためにはどうすればいいのか、急速に成長するためにはどうすればいいのか、これについていろいろ考えました。それなりにいろいろ考えました。もう一つ分かったのは、漫画界が誕生すると最初のコミックス市場が誕生するスタート地点で何か小さな間違いがあるとしたら、それが長い時間の間にその業界全体の弱点になる場合があるということです。その次にその弱点がもっと強力に成長できるんですが、それを足を引っ張る場合が生じる可能性があります。それで私が長い間世界の漫画界が誕生することについて考えたのは、どうすれば弱点を最小化する、スタート段階で素早く立派に成長できる、そんな方法は何か、これについて私なりにいろいろ考えてみました。いろいろ考えてみたけど、皆さんもご存知のように私はとても考えが短くて足りません。私の考えを申し上げますが、私の考えが足りない部分も多いし、間違った部分もたくさんあるかもしれません。このようなことをぜひ念頭に置いて聞いていただければ幸いです。なので皆さん、世界各国に漫画界を誕生させようとする方がいらっしゃれば、私が差し上げるこの提案や助言は全て無視してもいいです。大丈夫ですよ。無視してもいいです。受け入れると思って受け入れてもいいです。こうしてもいいし、ああしてもいいと思います。長所にもなると思うし、短所にもなると思います。それをぜひ考えてください。これはただ個人の意見に過ぎません。各自判断して点で素晴らしい選択をしてください。お願いいたします。それでは話をしてみます。さて、まずお話はメディアの方向性がはっきりしていなければならないとなります。具体的に言えば、私たちが作ろうとしている漫画のメディアはウェブ人です。プラットフォームか、それとも巨大なサービスの一部か、あるいはその何でもない他の新しいなんか、これに対する方向性が明らかになります。漫画だけするのか、ウェブトゥーンだけするのか、あるいはもっと多様なことをするのか、あるいは特定の消費者をターゲットにするか、広範な消費者をターゲットにするか、グローバルが目標なのか、ローカルが目標なのか、両方が目標なのか、最初から確実に方向を決めておいて、
構想して始めた方がいいと思います。この中でウェブ人かプラットフォームか違うものなのかについて話してみます。ウェブ人とは何でしょうか。韓国の Webtoon って有名ですよね。皆さん Webtoon が誕生したのは2004年ですが、1999年から2002年の間に韓国にウェブ人時代がありました。こういうのは知らなかったと思います。なので莫大な量のウェブ人があり、数多くの実験がありました。それでウェブ人とプラットフォームは違います。ウェブ人はウェブマガジンという名前からもわかるように雑誌形式のデジタルサービスです。メディアの形式が雑誌なのです。例えば LINE 漫画はプラットフォームです。しかしジャンププラスはプラットフォームではありません。ジャンププラスはウェブ人です。 YouTube はプラットフォームです。 Netflix もプラットフォームです。この違いが区別できますか？それらは雑誌ではありません。ウェブ人は全ての雑誌がそうであるように、サービスを行う地域、すなわち事業が許される地域、領土内の特定の読者を対象としています。雑誌ってそうじゃないですか。新聞と違うところです。一部の読者をターゲットにしています。少年がターゲットだ、女性がターゲットだというふうにですね。あるいはアクション漫画が好きな人たちがターゲットだというふうになります。プラットフォームはサービスする場所が法的に許可された地域のすべての読者を目標にしています。あらゆる年代の読者をターゲットにするために、あらゆる種類の漫画またはコミックスを提供しようとすることになっています。これがプラットフォームです。そうですよね。差が思ったより大きいので、これを確実にしなければなりません。差はとても大きいです。では巨大なサービスの一部は何か。現存するものを例にとると、 LINE 漫画の親会社は Webtoon エンターテインメントです。 Webtoon エンターテインメントの親会社は韓国のネイバーという企業です。ゆえに LINE 漫画だけが日本でのプラットフォームです。韓国でネイバー Webtoon というサービスはネイバーというポータルサービスの一部です。そのためネイバー Webtoon の事業戦略はポータルの成功が目標です。韓国でネイバー Webtoon というサービスはネイバーというポータルサービスにあります。したがってネイバー Webtoon の事業戦略は必然的にネイバーというポータルの成功を目指すことになっています。そうですよね。これはとても重要な長所を持つことができます。その長所は何かというと、漫画事業が漫画事業より巨大な事業の一部であるため、とても安定した支援と保護を受けられるということです。すごい長所じゃないですか。例を挙げると YouTube や Netflix が漫画事業をするとしたらどうでしょうか。当社のプラットフォームの重要なサービスの一つです。になったらどうでしょうか。多くの保護と支援を受けることができるでしょう。代わりに YouTube や Netflix の成功の寄与はしなければなりません。そういうことです。では巨大なサービスはなぜ漫画サービスをすればといいのか。漫画事業は非常に少ない費用で訪問者をとても長い時間滞在できるようにしてくれます。制作費も少なくて済みますが、データもあまり取りません。ネットワーク資源も非常に少なく使います。一つの映像が使う資源の数百分の1で漫画をサービスすることができます。ということは二酸化炭素の排出量さえ少ないことです。最近の二酸化炭素排出量、上品な論争の種ですよね。データセンターに熱をほとんど発生させず漫画サービスができます。そういう長所があります。ですからこの長所を発見して活用すればとても良いでしょう。そうするところがネイバーです。私の考えでは、この世界をじっと見て漫画やコミックスの活用をよく考えてみると、可能性は無限です。どうしてこんなにしかサービスをしないの？という気がすると思います。そうですよね。
皆さんの国で何でも漫画メディアを始めてもいいです。しかし私がお伝えしたい助言は、規模が大きいほど良い。規模が大きいのはとても重要です。規模が大きいほどいいです。規模が大きいということは、ウェブ人よりプラットフォームがいいということです。できるだけプラットフォームがいいです。もし新しく始めるのに規模が小さければ、できるだけ早く育てようとしなければなりません。まずは規模を大きくしないといけません。純利益とかは後で考えて、サイズを大きくしようとした方がいいです。なぜサイズを大きくしようとすると良いかというと、その理由はとてもたくさんあります。まず、各国で誕生する小規模な漫画メディアは、成長できるゴールデンタイムが思ったより短いかもしれません。この世界の人々が賢明ならとても短いかもしれません。賢明でなければ皆さんはゴールデンタイムをもっと持つことができるかもしれませんが、それでも思ったより短いかもしれません。そのため、その前に成長しなければなりません。市場が大きければ大きいほどいいのです。そしてウェブ人は、どうせプラットフォームが誕生すると吸い込まれます。そして従属します。生き残ることもできないこともありますが、何らかの形で吸い込まれます。そして私が各国の漫画メディアを誕生させる方々にしてあげたい2つ目のアドバイスは、無料サービスで始めてはいけないということです。無料サービスで始めるというのはとても簡単な発想ですが、本当に皆さん申し訳ありませんが、とても安逸な発想です。そして莫大な代価を払わなければなりません。1990年代にインターネットが初めて普及した時代、IT ビジネスが誕生したあの時代にコピーレフトというのがあります。コピーレフトの概念を根幹とします。それで無料にするというのは2004年以前の発想です。2004年以前に誕生したコンテンツサービスがあるとしたら、一旦は無料で提供することを基本として次を構成することになってしまいました。スティーブ・ジョブズが全てを変えておきました。今のビジネスのやり方はそのコピーレフトでも数世代を超えています。でも皆さん知ってますよね。無料で提供すればまず人が集まるじゃないですか。人類が誕生して無料で何かを与えるのに人々が来なかったことがありますか？だから簡単だけど、だからまたこれは違うということです。スティーブ・ジョブズが正しい方向を教えてから20年が経ちました。ネットフリックスが正しい方向を見せてくれたのもずいぶん前のことです。ではどうやって人を集めましょうか？どうやって加入を誘導するの？どうやって決済をさせるの？これは無料ではなく、無料の戦略ではなく、他のアトラクションにする必要があります。つまり無料でサービスをしてはいけないということは、他の強力なアトラクションを構想しなければならないという意味です。皆さん、無料の期待に頼らず強力なアトラクションを構想してください。さあ次に3つ目、規模が大きいほど良いということと密接な関連があります。できれば皆さん最初から皆さんの国に100個の連載作を作ることから始めた方がいいです。規模が重要だとお話したじゃないですか。その規模は様々ですが、その中で私が大事に思うのは、スタート段階で可能な限り100名の作家がいる方がいいということです。そうしてこそ早く成長することができます。皆さんに与えられたゴールデンタイム内に強力な成長をして漫画界を誕生させ起こすことができるからです。そしてその始まりが100人というのは漫画雑誌の大体4本くらいの分量です。皆さん100人と言ったらとても多く見えますが、漫画雑誌4本と言ったら急にすごく小さく見えますよね。だから少なくとも100人なんです。2001年に私が関与した漫画ウェブ人がありましたが、しかし連載作は150人でした。150タイトルでした。3つのセクションに分けて各セクションをだいたい50本ずつの連載作がありました。少なくともそれは備えていると思います。
そうなるとゴールデンタイムに早く成長できてスタート段階もいいですが、私がさっきセクションの話をしたようにさまざまな漫画であなたの国の話を始めることができます。多様な漫画で多様に始めなければなりません。最初から多様性を包容しなければなりません。いつかは多様になると思いますが、皆さん簡単ではありません。思ったより簡単ではありません。日本の漫画界での出来事は奇跡です。しかし最初から多様で豊かな漫画から始めるとしたら、奇跡はあなた自身が作り出すことができます。この程度の大きな規模で始めるために、そして急速に成長するために必要なものは何でしょうか。皆さんの国の立派な漫画家志望生が多いことが必ず必要でしょうか。もちろん必要でしょう。驚くべきことに必ず必要なものではありません。実力のある漫画家志望生たちが思ったより重要ではありません。何が重要なのか。資本が重要です。ここで資本というのは、皆さん自らが持っているお金のことを言っているのではありません。皆さんがいくらお金が多くても、皆さんが自らこのお金を使うのは簡単ではありません。100人の漫画家に原稿料を与えたくないでしょう。お金が多いなら率直に言ってみてください。証明されていない100人の漫画家にチャンスを与えるために書かなければならないのか。投資を受けることが重要です。これが IT です。 IT の革新は資本の確保です。資本が確保について投資をすると、漫画家志望生は量的に質的に必ず成長します。デビューする場所もなかったのに、皆さんの国の漫画家志望生がその程度の実力を持ったのが奇跡です。なんで日本みたいにできないの？そのように質問は間違っています。今もすごく頑張っています。とてもよくやっています。デビューする場所もないのに、あんなに一生懸命勉強してきたじゃないですか。漫画家の夢を守ってきたじゃないですか。長い間守ってきたじゃないですか。もっとうまくできません。私はこの漫画家志望生たちを褒めてあげたいです。この方々がこれ以上の実力を持つためにもっともっと努力させるためにはですね、誰かが機会を与えて投資をしてくれなければなりません。投資を受けて確保したビジネスのための資本、これがとても重要です。それでは投資を外でどうすればいいのか。素晴らしいビジョンを示す必要があります。素晴らしいビジョンとは、漫画界の誕生の可能性に対するビジョン、その壮大な発展のビジョン、作家の育成と雇用創出のビジョン、国家文化産業に貢献するためのビジョン、グローバル進出に対するビジョン、どんなものでもいいから、皆さんも素晴らしいビジョンを構想してください。そのビジョンで投資家を説得して、あるいは政府を説得して支援を受けて、投資を受けてください。その資本で漫画家志望生に投資してください。機会を与えて、失敗してもまた起きる機会をください。これは1990年代の韓国映画産業での出来事です。そして収益配分が良くなければなりません。読者がクリエイターに支払ったお金にたくさんの持ち分を与えてください。IT では出版では想像できない驚くほど多くの作家を持つことができます。多くのコンテンツを作り出すことができます。革新は収益配分です。利益率は重要ではありません。驚くべきことに、コンテンツビジネスでは利益率は重要ではありません。利益率はいつかは重要になります。しかし、初めて成長するとき、重要ではありません。収益配分で企業がかなりの利益を得ようとしてはいけません。コンテンツビジネスで企業が行う仕事はそれほど重要でも多くもありません。特に漫画はそうです。映画ではもっと重要です。漫画では映画よりも重要ではありません。漫画家は基本的に全てを漫画家が行います。それで漫画家が上手になることが重要です。漫画家が動力を得ることが重要です。漫画家にやる気を持たせることが重要です。
多くの良質な人材が漫画界に入ってくるようにすることが重要です。この革新は収益配分です。なのでそうやって多くの作家たちが多くの作品を作り出すようになったら、企業の利益率は結局上がることになっています。どうせコンテンツビジネスで企業の利益はビッグヒット作が出て作られるんです。アバターのような作品、ビッグヒット作を作ろうと努力しないと、作家の労働に代償を払おうとしてはいけません。そしたら作家数も減って、売ろうとする人も減るし、作品の数も減るし、それは企業の良いことが何もありません。そうですよね。そして皆さん、私が詳しくはお話ししませんが、立派な収益配分はこの世界に大きなプラスの影響力を及ぼす可能性があります。つまりグローバルですごい力を皆さんに与えるでしょう。皆さんが自国の漫画の世界を超えてグローバルに進出するとき、収益配分が皆さんに大きな力を与えると思います。さて、その次に重要な話ですが、もし投資をたくさんもらえなくて資本が十分でないときは、ちょっとエッチな漫画をした方がいいです。